Your eyes all night under the covers. Your place, my place, it doesn't matter. No one has to know. We'll keep it on the... 2025年2年間のオーストラリア生活に幕を閉じた。2024年、ヨガの資格を取るためにバイロンベイにやってきて、2025年、バンライフをしながらサーフトリップの旅に出かけた。この2年間の生活が私を大きく変えた。やりたいことがわからなかった私が、やりたいことや夢、そして私らしい暮らしの形を見つけた。環境を変えて、旅をして、ジャーナリングで自分と向き合って、大好きなこのバンが私にたくさんの景色を見せてくれた。時間や場所に縛られない暮らし。そんな自由な暮らしをずっとしてみたかった。旅を通して理想の暮らしを体験する。その経験が本当に大切にしたいものを教えてくれた。2年間の中で一番長く暮らしたのは海辺の町バイロンベイ。サーフィンやヨガ、ナチュラルでスローライフな暮らしを楽しむ人たち。いつの間にか慌ただしく予定を詰め込むことが普通の生活になっていたことに気づいた。だから少し立ち止まってみた。スローダウンしてゆったりと過ごす時間。海を眺めながらコーヒーを飲む優雅な朝。波の音を聞きながら瞑想をする。何もしない時間や自然の中でただ過ごす時間が心を静かに満たしていくのを感じた。5年前、やりたいことがわからなかった私は、まず物を減らすことから始めた。ミニマルになることで心まで少しずつ身軽になっていった。余白が生まれたことで、その空いた余白で、新しいことを始めてみたくなった。枕目編みやジャーナリング、YouTube やヨガを始めてみた。気になることにどんどん挑戦するようになった。そして1年間のヨガ留学が私の人生を変えた。ヨガを通して自分と向き合う時間をたくさん持つことができた。生活の中で感じる自分の好き、心地いい、小さな幸せという感情に気づくようになった。初心者だった私が留学中にスタジオでクラスを担当するようになった。ローカルのカフェでも働くようになった。新しい環境の中で少しずつ自分らしく心地よく生きる方法を探していった。小さな成功体験の積み重ねが私に新しい世界を見る勇気をくれた。オーストラリアではサーフィンが好きな彼の影響でボディーボードを始めた。最初は海は眺めるものだと思っていた。でも波に乗る楽しさを知り、海のパワーに惹かれていった。海に入ると自然にエネルギーが溢れてくるような感覚。考えすぎている時や落ち込んでいる時には、特に海に入りたいと思うようになった。これからも海の近くで暮らしたい、そう思った。何も考えず、ただ海を楽しむ時間が私をリセットしてくれる。自然の中でゆったり過ごす時間が私にとってかけがえのない時間になった。
2年目のオーストラリアでは理想の暮らしを実際に体験してみようと思った。1年目は学校のホリデー期間でしか旅ができなかったけれど、2年目は行きたかったサーフスポットを巡るバンライフを始めた。波が良ければ海に行き、その日の風や天気で行き先を決める。そんな自然と調和した暮らしが心地よかった。旅先ではたくさんの人との出会いがあった。ローカルの方に教えてもらったビーチを巡ったり、心のときめく場所へ直感のままに旅をした。美しい自然に圧倒されながら、こんな生活を毎日送りたいと心から思った。絶景を目の前にして作るランチ。旅を通して料理をする時間も自分を整える大切な時間だと気づいた。海を眺めながら食べるご飯はいつもより少し特別に感じる。素敵な街に出会えば少し長く滞在してみる。心が向く方へ行き先を決める。そんな自由で柔軟な旅が私に新しい旅の形を教えてくれた。彼がサーフィンをしている間、私はバンの中で過ごす。ジャーナリングをしたり、動画を編集したり。ふと外を見れば美しい海が広がっている。この小さな空間が私だけの秘密基地のように感じた。動く私の小さなアトリエ。たくさんのインスピレーションをくれる場所。この小さなお家で何度も自分に問いかけた。本当にやりたいことは何？どんな時に心がワクワクする？どんな暮らしがしたい？旅をしながらその答えが少しずつクリアになっていった。YouTube のことも、これからやっていきたいプロジェクトのことも、アイディアがどんどん浮かんでくる。私にとって旅とは、これから自分が進みたい道を教えてくれるもの。そして夕暮れ、自然の音を聞きながら一日を振り返る。その時間が何よりも贅沢な時間だった。当たり前ではないこの時間に感謝をしながら、今という瞬間を味わう。何かを始めるには勇気がいる。でもその勇気の先には想像もしていなかった未来が待っている。2年前、オーストラリアへ行くと決めていなければ、バンで旅をすることも、今の自分に出会うこともなかったと思う。あの決断が私の人生を動かした。そして私は今、新しい道を歩き始めている。2年間のオーストラリア生活に幕を下ろすと決めた。それは自分の暮らしを築いていきたいと思ったから。旅をしてやりたいことと夢を見つけた。旅をして心地いい暮らしの形を見つけた。これからはそれを形にしていきたい。自分の力で進んでいくために、まず日本で自分の基盤を作っていきたい。改めて気づいたものづくりをしたいという気持ち。
小さい頃から好きだった作ること。動画を作る時間にその楽しさをもう一度感じた。旅は私にとって大きなインプットの時間だった。そこで得た感覚や気づきをこれからは動画という形でアウトプットしていきたい。それが今の私にとってのものづくりなのかもしれない。オーストラリアで見つけた私の暮らしの形。スローライフ、そしてミニマルライフ。少ないもので豊かに暮らす。自然と調和する静かで穏やかな時間。小さな幸せを感じる心地よい暮らし。自然の中で過ごす時間は日常に小さな幸せを運んでくれる。その感覚を大切にしながらこれからの暮らしを思い描く。心地よく自分らしく生きるために。これからも私は進んでいく。